はい、金坊主でございます。今回はですね、病院介護施設の営業をキントーンで、標準機能でやってみようという記事を、先日書いたので、それのちょっと説明と、で、あとキントーンの中身、実際に見ながらお話ししていこうかなと思います。病院介護施設の営業っていうところなんですけれども、近隣のクリニックに行ったりもするでしょうし、紹介元の病院に行ったりとか、逆に、自分のところから紹介している病院ですね。であったり、クリニックのところとか、いろいろあると思うんですけれども、やっぱ営業を回ることはあるかなと思います。そこでですね、重要になってくるのが、どう管理していくか。多いのが多分、Excel で管理して、共有する。スプレッドシートでもいいですけれども、院内サーバーなのか、それとも、Google ドライブとかなのか共有していく。で、書きましたよって報告をしたりすると思うんですけれども、めんどくさいんですよね。僕もやってたんですけど、めんどくさい。集計もめんどくさいし、それ個別にやらないといけないので、個別に、各メンバーがシート作って、後でまとめて、でそれまた会議のためにパワーポイントに入れてやるとか、いろいろやってるとこがあるんちゃうかなと思うんですけれども、この辺を均等の標準機能でやりたいと。ただ、サイボーズのこのアカウントっていうのは使い回しにできないので、例えば営業チームで1個みたいなのはできないわけです。で、やり方はバーっと書いてるんですけども、実際にちょっと均等見てね、喋っていく方が早いかなと思うので、作ったアプリは2つです。営業日報と営業先アプリ。で、本来実際使うんであれば、もっとこのアプリからいろいろ設定していかないといけないんで、今回は最低限、こんだけやったときは最低限使えるよっていう内容ですね。まず営業先一覧っていうのは、こんな感じで営業先一覧。法人名、施設名、相手の電話番号、ファックス。でね、キントーンはリンクっていうフィールドがあるので、リンクで電話番号にしておいたらですよ。後でキントン側でポチッと押したら電話になるようにできます。アプリ、スマホからでもできますので。ファックスはキントンから送ることもできるんですけど、標準機能では送れないので、ファックス番号いるんやったら書いておくと。で、地図とかはこれは、さっきのリンクにね、しておいたら、Google マップとかはここでね、セットすることができたりするので、結構便利かなと思います。で、今回は、各担当者さん一人一人にこうレコードというか情報を作っていくわけではなく、〇〇病院の中の誰々、課長は誰々、部長は誰々という形です。なので、それぞれでね、一つ一つ管理したいって場合は、利用者さん管理とか案件管理みたいに一個ずつ登録していくっていうのは必要ですけれども、どこまでやるか。で、今回はシンプルに2つぐらいのアプリですけれども、3つ4つ作っていくと、滝村っていうどこどこ部長の滝村さんの情報、顔写真困難とかっていうのもやろうと思ったら全然できます。今回はやってないと。例えば ABC 法人の DEF 施設、担当者主任が滝村坊主さん、係長が田中坊主さんっていうのがいますよ、みたいな感じで、担当がいったらバンバン追加することができると。この情報をもとに、マスターなので、ここから引っ張ってくるような日報アプリですね。例えば、DEF の施設名がここでね、バンと出てくるので、こういう感じでやっていくと、例えば、〇〇会、〇〇病院っていう人と、〇〇会、スペース〇〇病院って打つ人いろいろいると思うんですよ。そこの揺らぎが後でね、集計するときめんどくさいんで、揺らがないようにマスターアプリがあって、それでルックアップってやつを使って引っ張ってくると。今回作ったやつはブログにも書いてますけれども、個別の集計はしてないです。なんで DF に何件行ったとか、その後作った例えば FGH に何件行ったかみたいなのは、集計できないようになってます。標準機能では、このテーブルの中身までをね、やろうと思ったらできるんですけど、上限があったりとかするので、なかなか難しい。テーブルの扱いは結構ね、均等難しいわけですよ。手軽に使えるけれども、手軽に使える分、後々めんどくさいことになると。でもカスタマイズ。例えば、カスタマインってやつとかを使うと、入力した後のこのテーブルがそれぞれバラバラに自動でなって登録してくれるから、後で集計するとき楽だよみたいなことができる。今回はここに数字1っていうのを入れてるので、ここで出てくる保存した3ってこうね、出てると思うんですよ。なんで、ここの合計が出す。なので、5月9日に何件行ったかみたいな数字は出てくる。で、この数字があるので、先月は何件行ったとか、今月は何件行ったとか、滝村は何件行ったとか、田中は何件行ったとか、そういう数字を出すことは簡単にできるようになると。はい。これでも営業日報終わりですね。今日営業行きましたってなったら、ここでね、入力して保存すると。で、あと、
どうしていくか。例えば、プロセス管理っていうのがあるので、上司に報告するようにですね、ここで稟議書みたいな感じで OK を押したらその上司に飛んでいくっていうこともできますし、できたよみたいな感じで見といてって報告することもできたりする。ここもカスタマイズしたら保存した瞬間自動でコメント書くってこともできたりしますし、あとは例えば、特に連絡することなければほっとくけれども、これはちょっと見とかんとあかんでみたいなのがあればチェックしたら自動的に連絡行くみたいなこともできる。そういうカスタマイズもできたりするんで、こんなことできますかみたいなのがあれば、コメント欄とかね、DM いただいたら、また動画にするなりなんなりして、返答していこうかなとは思います。で、アプリ作ったんですけど、このアプリの内容でいくと、キントーンのライトコースですね。ライトコースでいけるので、780円月々で5人からっていうところでできたりします。書いてるように、まずは簡単なアプリから運用してみましょうと。難しいアプリとかいろいろできたりしますし、この事例とかでは、いろんな連携サービスね、やってる事例とかもあったりはするので、気になる方はまた見ていただけたらなと思いますが、ほとんどがね、やっぱ簡単である程度済むことが多いかなと思います。なので、まずは簡単なアプリからやっていく。で、キントーンの場合は30日間は無料なので、その辺で簡単なアプリだけである程度賄えるのか、やっぱり連携サービスであったりとか、カスタマイズしないといけないのかっていうところは、その30日で見極めればいいかなと思いますし、わからんかったら、初回は1時間、2時間ぐらいならね、無料でお話聞きますから、こんなことできんのかなみたいなんで相談いただけたらなと思いますが、自分で作る場合、今から始める場合、できるだけスマートに、そして長いことやってたとしても、あまり複雑なことをすると引き継ぎ難しくはなるので、極力キントーンは簡単に簡単にっていうところを心がけてもらえたらなというところで今日は終わろうと思います。ご清聴ありがとうございました。